にちは。今回はそのビスクドールは恋をする第22話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ちょっと普通にこのゲームやりたいんだけど。グロッキーホラーはきついっす。食事のシーンで真珠ちゃんがウキウキしてたのはこういうことだったのか。女はグロ慣れてるから。五条くんはちゃんと付き合ってからじゃないと手を出してこないタイプだよ。あの強かったマリンちゃんがこんなに弱々になってしまうとは。女のパンツがここまでギャグになるなんて。原作でも下半身適当でパンツ丸出しなのにエロくなかったシーン。抱き枕の方がエロい。パンモロはよくてパンチラはダメなの意味わからん。ネガティブすぎる。想像で泣いてる。メンタル弱々。アジフライはダイエットに良くないのか。フライの時点で五条くん嫁に欲しい。本当に五条くんの女子力っぷりよ。アジフライ作るのはマジでめんどいが、出来たては実にうまい。大胆な告白未遂。まあ引っ張るよなそりゃ。もう付き合っちまえよ。五条くんそろそろ察しても。自覚しちゃったか。コッパギャルコッパ。ご褒美じゃん。いい絶対いい。できないパターンだこれ。マリンが一人でモヤモヤしてるだけの回だった。そういやシンジはどうやってゲームプレイしたんだろう。成人指定のゲームだよな。お礼も何か問題でも。どっちもヒロインは JC やったな。最後だけ強いマリンは笑っちまったわ。恋する乙女が尊いんじゃ。前半笑いすぎて苦しい。後半は一転して切ね風の時もだったけどマリンの演技力上がってるな。本当にマリンちゃんいい子すぎると思う。隣の五条くんと一緒にいたマリンの顔がいつもと違ったけど、メイク落として素顔に近い感じを表現したってことでいいのかな。ホラゲーの感想聞いてる2人楽しそう。アジフライうまそう。勝負下着つけて気合い入れて準備してたマリンちゃん。なんでこんなに全力でゲーム画面作ってくるんだよ。さよならを教えてとかさやの歌みたいなのが定期的にブーム来るんやな。14歳の真珠ちゃんが笑顔でホラゲーやってると思うと心配になるよ。シンジちゃんはスワンソングも平気な顔してクリアしそう。パーカーのイラスト不意打ちすぎる。シリアス感出てくるところで雫たんの笑顔映るの笑っちゃう。世界で人気なアニメこれとダンダダンらしい。タコピーナ。日本では微妙な盾とか断待ちが人気って聞いたぞ。ホラーやうつ系の作品は一気にやってはいけない。インディーゲーはこういうのあるからな。五条くんの性格が変わってそう。断片的なシーンだけ見せてるのにちゃんとホラーゲームっぽく感じられるのはうまいな。五条くん黙ってプレイしてないで実況してくれよ。アニメは原作にない描写が詳細すぎてきつい。サウンドノベル系だと一斉に同じ文章を並べるのよくあるよね。失敗した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 。バベル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 。家族絡みの話だとダメっぽいのか五条くん。ガチグロゲーじゃねえか。シンジちゃん。グイグイ来る幼い。真珠ちゃんもこんなのやってるのか。巨乳 JC とビデオチャットとか勝ち組もいいところ。真珠ちゃんやべえ。友達に勧められてエヴァセブンティーンやった時のことを思い出す。倒した敵を食べてレベルアップするアニメが流行ったんですよ。魔界闘士サガがアニメ化されてた。まあ合わないはあるからね。待って18禁ゲームだろ。これなんで真珠ちゃんに週済みなんだよ。あの程度で18禁になるならスプラッタはほぼ全部18禁になるわ。こんなグロいゲームやってる人少ないだろうし、コスプレする意味あんの。こいつらのコスプレは自分たちが楽しむためだから問題ない。ホラー耐性ある人とない人の差か。ちゃんと気持ちが進展してるのくさ。まるでラブコメみたいだな。残りには次回告白来るのか。さすがのキセ恋だな。ビスクドールは2期でも安定の面白さだな。しかし30分早すぎやろ。どうでもいい野郎にはつよつよギャルではあるが、こんなに惚れ込みやすい女とは自覚がなかったか。ずいぶんゆっくりやってるな。この後小道具作成とコスプレが2回入るんだが間に合うのか。レンタル彼女とこれ告
白までどちらがグデグデしてる。やはりギャルは強いな。告ったら五条くんがジュジュ様のツルツルの方がいいですって言ったらどうすんの。なんかシスターのゲームのコスプレはどうなったの。話がどんどん飛んでるな。既製品を買うって言ってたの。実況民は覚えてないよね。おじいちゃんばかりだから記憶力ない。今回は衣装を作らないからキャラ優先。前回着てたやろ。今回衣装は既製品で、五条くんは食事シーンの小物を作るんだよ。何見てたんだよ。マナコの作品は俺も好きだけど、コスプレ界はお綺麗に描きすぎではあるよな。こんなギャルはいない。本気スパダリはいない。界隈というほどイベント参加してないから緩くていい。まあでも五条くんがイケメンだから成立する話だよね。五条くんがデブならただの裁縫の上手い男子という扱いになってそう。最近はモブっぽいやつとの恋愛漫画も多いで、昔と違って優しいだけでハーレムモテるやつは少なくて一芸があるタイプだが、五条くんは普通面って設定だった気がする。すっかり忘れてたけど、あのギャル苦手な女は今期中に解決するのか。するよ。来週は飲み物口に含んで鑑賞してね。一気見直したけど、良いみやちゃん一期と確かに声違うな。前はいい意味で新人っぽさがあって儚げだったが、今はおとなしい山田みたいな声になってる。もう若手トップのプロ声優になったから、前の演技できなくなったか。岐阜の怖い女になったせいで。それは本人がインタビューで言ってる。真珠がオーディションで受かった初めての役なので、当時は声も鍛えてなかった。経験積んで腹式呼吸鍛えたら意識しないと高い声が出なくなったとか。なので真珠は苦労して声当てたそうだ。尺的には絶対に足りないけど、エンディングアニメに一瞬だけ歯にエルコスしたマリン出るよね。勇気を出して精一杯の明日も来ていい。いいよね。強かったマリンちゃんはもういませんのだ。メンタル死んででそのメンチかよ。弱々になるのは五条くん限定。ナンパとかなんてすごいされまくってるだろうしな。カラコンしてないと結構感じ違うな。ほぼすっぴんなのもそうだな。勝負下着つけて普通に寝た面白い女。しかし棺の設定マジでうまいよな。スクールフリーゲーム感すごいよ。推しゲー初見プレイの感想を聞きたがるの。すごく分かりみが深い。初見の反応からしか得られない栄養素は確かにある。二人の女から食い物にされる五条くん。真珠ちゃんうつぐろ平気な口でおじさん恐怖したよ。女の子向けコンテンツは割とエログロなんでもありだったりするからな。ジュジュ様も頑張ってこのゲームプレイしたの。でなきゃあんなガクブルしないだろ。おそらく妹に催促されてプレイしたと思われる。あれ、これすんごいいいところで最終回にならない。やっぱり棺までやって歯にエル編の前振りして終わりって感じか。このペースだと。恋愛ってむずいよね。今週も最高でした。マリンちゃん感情爆発してていい回だったな。乙女すぎる。棺やってみたい。右側のキャストが何気にすごいな。一瞬の作中作に大御所を連れてくる。このサブタイはサブタイ深すぎる。サブタイのノリがだいぶ変わってしまった。誰のセリフだろう。前半はたくさん笑わせてもらいました。笑い。後半はマリンがただただ可愛すぎる。恋する乙女は可愛くなるのかな。なんとなく前より作画が可愛く見える。もともと可愛かったけどなんかにはきついマリンには笑えた。最後の最後まで最高だった。非正恋には珍しく引き算的な見せ方が多かった印象ですね。良いですね。それによりマリンの恋心の繊細さが前面に押し出されてた気がします。こういうある種のギャップ聞きます。決意を胸に次はどうなるか。マリンの気持ちの盛り上がりとともに行動があんなにもアピアピになっていくのに、女っ気のない五条くんは全く気がつかない。めっちゃ可愛いだろ。なぜ気がつかないんだ。気がついたら物語終わっちゃうでしょ。か、尊い。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の
動画でお会いしましょう。